こんにちは、アンナスです。今日は、セリアの刺繍図案プリントクラスアルファベット中級のゴシック体、A から Z までの文字ですね。これのなんかキットがあったんでちょっと面白そうなのでいろいろアレンジしてみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと中を開けてみます。今日はアルファベットです。で、もう全部入ってるんですね。A から Z まで全部入ってるんで結構大作になってしまうんですけど、ゴシック体っていうんですか、このブロック体っていうんですか、なんか割とこうカクカクした感じの文字なんですけど、この文字はね、私やったことがあって、アンナスのおいしい刺繍っていう本の中でアルファベットやってるんですね。割と似た感じ。まあもうちょっとこっちの方がフォント的には横長かな。私の方がちょっと縦長っぽい感じなんですけど、これに刺し方が載っているので全部塗りつぶしてやりたいって方はこの本を買っていただいて、刺す向きとかは図案に書いてあるんで、それ見てもらうか、あとね、ちょっと文字でせっかくなんで紹介します。文字の刺繍ってもう文字に特化した本も出しているんですけど、この中でいろいろね、アリスフォントとか、あと北欧フォントって言ってちょっと動物がついているフォントを作ってみたりとか、あとシトラス、なんか丸いのがついてたりとか、割とこのアレンジバージョン、蝶々フォントですね。蝶々がくっついてて、ちょっとこのカリグラフィーっぽい文字なんで、ちょっと違うんですけど、こういうアレンジもやっています。ひらがなフォントは人気のフォントなんですけど、なのでこのあたりを参考にアレンジしてもらってもいいですし、ちょっと文字刺繍したい方ついでに紹介しておくと、プチ刺繍。これはちょっとこういうおしゃれカリグラフィーみたいな感じのものをやっていたりとか、あと小さな刺繍図案は、これですね。赤毛のアンで ABC をやってます。結構ね ABC はやってるんですけど、昔で、今回はどうやってアレンジしようかなと思ったんですね。で、無難にお花、なんかこれ持ってる人少ないかもしれないんですけど、画面見ながら一緒にちょっとアレンジしてできる感じの簡単アレンジにしようかなと思います。で、ここに書いてある線はちょっと一回無視して無視っていうか、この ABC は使うんですけど、A の上に丸を書いて、で A の外側に線を書いて、でこっから斜めに葉っぱ、お花と葉っぱのアレンジにしてみようかなと思います。でここにも線がいりますよね。こっちかな。でそんな感じでちょっとアレンジしていくんで、ちょっと見ていてください。で B も丸、これスパイダーウェブローズにしようと思います。で真ん中にこの線がなんだっけ、フライステッチにしようと思います。で C は、真ん中に線を入れて、でパレストリーナステッチってちょっと前やったことがあるんですけど、そういうステッチにしようと思います。で D は上と下が、スパイダーウェブローズで、ここはフライステッチで、 E はだいたいパレストリーナかこのスパイダーウェブローズにフライステッチがついたものをやっていこうと思うんですけど、 E はちょっと葉っぱだから全部が全部それだとちょっと
面白くないんで、たまにちょっとイレギュラー的なものを入れていこうかなと思います。なんかちっちゃい葉っぱをこうやって描いて、もう葉っぱだけ上が全部3つですね。3つずつ入る感じ。ちょっとちゃんと描いたやつを後で出します画像で出すんで、なんかスクショとか撮ってもらうといいかなみたいな感じにしようかなと思います。で F は、ここがスパイダーウェブローズ、 G はこれでパレストリーナで、 H は上にスパイダーウェブローズ入れて、でなんかこういうお花、下に葉っぱが2つずつあるお花で、これもスパイダーウェブローズとフライステッチで、これが J がパレストリーナで、 K はこの真ん中にスパイダーウェブローズで、ここが、フライステッチですね。フライステッチはちょっと葉っぱっぽく見えるかなと思うので、で L はこういう葉っぱ、なんていうんですか、真ん中に線を入れて半円ずつ、だから丸3つと、こっから斜めに向けて三角形を描いて、間に線をなんかほうきみたいな感じで12345本放射状にして、でここにフレンチノット入れようかなと思います。で M もスパイダーウェブローズ、 N もスパイダーウェブローズとフライステッチで、 O はパレストリーナで、 P は、お花にしようと思います。この真ん中の P の丸を、丸っていうんですかね、この D みたいな部分を丸にして、で花びらを4つつけて、でこの残っているスペースを葉っぱにして、でここに縦線を入れます。で Q はパレストリーナ、 R はここにお花でスパイダーウェブローズで、またパレストリーナ、スパイダーウェブローズとフライステッチ、パレストリーナ結構同じのが続きますね。で、V はちょっとまたアレンジバージョンで、外側の線を拾って右側を半円の葉っぱで、L と一緒で三角形に先っちょにフレンチノットがつくやつですね。4つにしようかな。ちょっと5つだと大きすぎるんで。で W がまたスパイダーウェブローズとフライステッチで、 X もスパイダーウェブローズと、ここは葉っぱにしようと思います。で Y も真ん中にスパイダーウェブローズと、フライステッチで、 Z も上と下この角にスパイダーウェブローズを入れて、で葉っぱにしようかな、フライステッチにしようかな。でもここに葉っぱがあるからフライステッチにします。今ざっとこんな感じで、だからちょっとイレギュラーなところと、あとこの同じものが繰り返されるので、その辺の説明とでちょっとざーっと説明しながらやっていこうと思います。で色はねちょっと渋めの感じにしてみました。お花っぽいこういう4枚のお花とかピンク系にして、スパイダーウェブローズはちょっとオレンジ系でやっていこうかなって感じです。じゃあ早速 A から刺繍していきます。なんかこれすごい下にど真ん中じゃないんですね。ちょっと下に下がり気味、上が空いてて、なんかパネルとかにしたいんですけど、結構ギリギリかもしれない。布がギリギリですね。もうこれはいつものことですね。
でこっちのちょっと黄色っぽい方のオレンジ3852の3本取りスパイダーウェブローズをやっていきます。玉留めで始めます。で放射状に5本ストレートステッチをまず入れます。中心から外側に向かって5本。大体でいいです。大体均等になれば。でこの中心の際から出してで、巻いていきます。糸を上下上下っていう風に編んでいきます。で外側にこう沿うような感じでこうぐるぐる巻いていって最初のストレートステッチが見えなくなるまで、丸く編んでいくとお花になります。だいたいこれぐらいでどっか適当なところに刺して終わらせます。で裏絡めるところがもう少ないので玉留めで終わります。で次は茎を6本取りで刺していきます。でこれももう絡められないので玉留めで始めてアウトラインステッチです。まず1目作ってちょっと先に出して半分重ねます。で最初に作ったステッチの糸の下に刺すようにしてでまたちょっと先に出して重ねるっていうのを繰り返していきます。これで、反対側もやるんですけど糸をビューンとこう飛んでいくと布が白いしあと布が薄いので表に響いてしまうんでこうやってくるくる回して、裏に絡めてでまた上に戻ってきてで反対側もアウトラインステッチをやっていきます。でもうこれは裏に絡めて糸を切ります。で次ここ葉っぱですね。葉っぱをサテンステッチで埋めていきます。水色が可愛いかな。2本取りででもこれはアウトラインステッチの裏に絡められるのでここに絡めてで真横に刺すと結構大変なので斜めに最初ステッチを渡しておいてこれを基準に隣に差し広げて面を埋めていきます。これ後で図案を消そうと思っているのでもうがっつりあれですねこの下絵が残ってるんですけどもうこれは無視してはいやっていってます。まあでもこれ残ってても可愛いかも。であと残り半分をやっていきます。じゃあこれで裏に絡めて
はい、これでまず A ができました。これ図案消すとだいぶ雰囲気変わりそうですね。じゃあ次 B に行きます。はい、じゃあ次は B に行きます。B のフライステッチをやっていきます。糸は3本取りです。まず真ん中にちょっとガイド線とか引いといてもらってストレートステッチを1本入れます。で左右に糸をこうやって渡して、Y の文字を作ろうと思います。なので最初に作ったストレートステッチの下のところから針を出して、でこの今糸を渡したのをこうやってこう曲げます。 V ですね、英語の V でちょっと下に刺すと Y の文字になります。でまたこうやって左右に針を刺して、でこのさっき作った Y の下の棒のところから針を出すとこれで、はい、これの繰り返しで、下スパイダーウェブローズが上下に入るんで、その分をちょっと開けておいて、これぐらいかな。であと続き、ここもぐるんぐるんとやっていきます。B ができました。フライステッチをやって、でここに、スパイダーウェブローズ、逆でもいいです。スパイダーウェブローズ先にやってからフライステッチやっても別に大丈夫です。では次、パレストリーナステッチをやっていきます。ちょっとねこのスパイダーウェブローズの上に枠がはまるとちょっと都合が悪いんでちょっと潰れやすいので、できるだけここに引っかからないように。だからいっぱいやる場合は一番最後にフレンチノットとかもそうなんですけど、全部仕上がってから最後にやるっていうのでもいいと思います。ではパレストリーナをやっていきます。パレストリーナステッチは玉留めしといてください。で6本取りです。三角形を意識して、やっていくといいです。ちょっと別に三角描かなくていいんですけど、ちょっと分かりやすいように真ん中の線と左右の線があるとやりやすいかな。だからこの C を使う場合は真ん中に線を引いておくといいですね。でまずこの斜めにストレートステッチ1本入れておきます。でこの反対側の三角のこっち側の角から針を出します。でこの最初のストレートステッチに2回糸を絡ませるんですけど、まず最初はこの左の下の糸はちょっと置いといて、ただこのストレートステッチに通すだけで左に引っ張ります。でこれで1回ちょっとこう結び目ができたんですけど、で次はこの糸をこうやって左側に置いといて右から糸を入れます。そうするとこれ糸をかけたっていう状況になるんですけど、これでこれなんかおむすびみたいなこう結び目ができますね。これで出来上がりです。もう一回やります。で続きをやるときはまたこれが今頂点っていうことになってるんで、またこの頂点からこの三角形を自分で意識してこういう状況ですね今。じゃあさっきもここに左に斜めにストレートステッチが入ったんでこう入れます。で右にストレートステッチを入れて、で左に、左から針を出す。でこのストレートステッチにまずは1回糸をかける。
でその後2回目はこう糸をかけた時にこの針に糸を引っ掛けてからかけて引っ張ると出来上がり。これをずっと繰り返していきます。はい、C はこんな感じになりました。なんか編み物みたいで面白いですね。では次に行きます。で D は B と一緒なんで上と下にお花をつけて、でこの葉っぱみたいな感じに、スパイダーウェーブローズとフライステッチで、次 E に行きます。 E はアウトラインステッチでここと横3本と縦をやっていきます。はい、アウトラインでただの E になってますね。じゃあこれになんか葉っぱっぽい感じをつけていこうと思うんで、レゼーデージステッチをやっていきます。まずはじめ針を穴から、角から出して、で同じ穴に刺して、でこのサイズこれぐらいですね、針を出して糸をかけて上に引っ張る。もうギューって引っ張ってください。3本取りです。で輪の外に針を出すと刺すと、これでもうなんかちびっこ葉っぱみたいな感じになると思うんで、これでまた同じように葉っぱを作っていきます。はい、では E ができたので、この下はね結構繰り返しなんですよね。同じ FGH もずっと一緒で、ちょっと L と B とこうなんかちょっとイレギュラーなところだけちょっとやっていこうと思います。次が L ですね。で L は葉っぱとなんか実みたいな感じでしようと思うので、まず丸、玉留めしないのでちっちゃい並縫いを入れてください。でギリギリで留めて一つ前の穴に刺します。で出てるところハサミで切って、でまず真ん中に1本基準を入れて丸を刺繍していきます。で丸を刺繍3つお団子みたいに丸を刺繍したら真ん中に茎を入れるんで、まずは、丸。はい、丸3つができたので、真ん中ちょっと心配な方はチャコペンとかで線を描いてもらって、真ん中に、バックステッチにします。アウトラインだとモコモコするかな。1つの丸に対してバックステッチ2目ぐらいですね。同じ穴に戻す。3本取りでやってます。でそのまま下までバックステッチをやったら、
もうここもバックステッチでいきましょう。バックステッチっていうかもう一目でピッていって、でその後放射状にここもストレートステッチで5本渡します。はい、これで裏に絡めて、じゃあ、6本取りのフレンチノットをします。玉留めにしよう。ちょっと後ろが頼りないので絡められなかったんで、まずこのストレートステッチの頂点から針を出して枠を置きます。で少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺して引き絞って、で出来上がった状態を作ってから下に引っ張ると出来上がりです。これはもう隣々に広げていきます。はい、こんな感じで。無理ですね。玉留めにします。あとはこれと同じのが、V も同じですね。で葉っぱはこの A と同じ葉っぱにするので、あと P をやっていきます。P は、3本取りでお花をまずサテンステッチでやっていきます。小さい波縫いを入れて一つ前の穴に刺して出ているところを切る。で、花びらの真ん中はフレンチノットを入れるんで、縦に基準を入れて半分ずつ埋めて、この花びらの半円を埋めていきます。お花ができたのでフレンチノットを6個ぐらい入れました。なんか、人によっては7個ぐらい入る人もいるかもしれないですけど、で、葉っぱを刺していきます。ちょっとうっかり一針目を刺してしまってたんですけど、斜めに葉っぱを刺していきます。葉っぱのつもりなんですけど、葉っぱに見えないかな。真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めていって、で葉っぱの感じになるまで刺していきます。これぐらいかな。あんまり太くしてもこんなもんにしておきます。で下もこうやって埋めていきます。はい、これで裏に絡めて、で縦のラインを、これは3本取りですね。6本取りでこんな風にやってもいいし、でも3本取りでこの一番端のここの線をなぞっていきます。一応 P だから縦線がないと何が何だか分かんないんで、これが重要ですね。はい、これで裏に絡めます。これで P ができました。
あとはちょっと同じステッチの繰り返しになるので、刺繍を進めて出来上がった時にちょっと説明しようかなと思います。はい、ではこんな感じで出来上がりました。じゃあこれをパネルにしていこうと思います。はい、図案をお水で消してでアイロンしてきました。でなんかちょっとシワは残ってるんですけど、パネルにするのでいいかなと思います。パネルを出しました。でこれに貼るんですけど、ちょっとパネルが大きいんでここでちょっとカットします。はい、上の部分ちょっとカットしてほぼ正方形みたいなサイズにしたので、これでギリギリちょっとね下が布が短かったんですよね。だから人によっては多分カットの仕方で上の方が私のは長いんですけど、なんか下の方が長いとか多分多少のあれはあると思います。では紙を半分だけ剥がして、でこの状態で位置を決めます。こんなもんかな。で多少シワが残ってても貼るとシワは伸びるんですけど、こんな感じでちょっとこの玉留めとかが外に出てきてしまうので、そういうのはちょっといちいち中に入れ込んで、なんかアイロンの時点でちょっと分かる範囲でいいんですけど、アイロンで中に癖づけてしまうのもいいですね。はい、で半分貼れたのでちょっと残りも剥がして、で少しずつ貼っていきます。玉留めをできるだけ刺繍の中に入れ込むようにして貼っていきます。はい、それではホッチキスを開けて、でちょっとこう引っ張って、で端っこはきれいに折りたたんでホッチキス。はい、じゃあ表に戻して、はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと見てみましょう。ちょっとアイロンでね、これ押しつぶしすぎてちょっと丸がぺっちゃんこになって、この辺ぐらいのアイロンの感じがちょうどいいかなって思いますけど、A、B、C、あとですね、なんだろう、パレストリーナを結構入れました。ちょっとね、色を変えて、
最初に刺しながら説明してる時の色と違うんですけど、多少違います。でも結果この色味になりました。で、あと白をちょこちょこ足すとちょっとすっきり感が出たので、白は入れました。なんかちょっと可愛い感じに仕上がりましたね。オレンジをちょっと薄い黄色のような、金のような、なんかそういう感じの色に変えています。でパレストリーナがこのだいたい1行に1個か2個入ってますね。これ3つ入ってますね。でたまにこういうお花とかちょっと違うもの、こういう L のところのこのつぼみみたいなのとかを少し混ぜることによって変化をつけています。で他のところはだいたいこのスパイダーウェブローズに、フライステッチを入れるっていうので、基本的にはそれで成立していて、黄色とピンクと白と、ここ1個だけブルーがあるんですけど、それを全体的に散りばめたような感じの色味の配置になっています。ということで、これ100均のセリアのがなくても、なんか自分でこれ真似して描いて刺繍できますね。だいたいサイズはこれぐらい私の指の関節1個ちょい長ぐらいの感じなんで、はい、よければ真似してやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。